いつも皆さんが思っているところ、それに対してその下に潜在意識と呼ばれる部分があります。今日はその話をしましょう。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。あなたは潜在意識と顕在意識との違いは分かりますか？あなたの心の中ではいつも何かを考えていると思います。あなたの心について知ることはあなた自身を知ることです。いろいろな問題を解決したり、苦しみから逃れたり、いろいろなことを楽しむのは、そうです。それはあなたの心の中です。心というのは意識とも言います。そしてその意識には気がつかないうちに私たちの行動や感情に影響を与えている領域があります。それは心の奥底に存在しています。そういう心の奥底にある領域は潜在意識と呼ばれています。潜在意識を活用することでいろいろな可能性が広がると言われています。今日は潜在意識とは何か、そして今まで世間一般で言われてきた潜在意識の活用についての事例も取り上げてみます。潜在意識の活用についてご存知ない方は知っておいて損はない話になります。さてでは潜在意識の旅に行ってみよう。まずですね、通常の意識についてですが、英語ではコンシャスと言います。それに対して潜在意識はサブコンシャスと言います。意識という言葉が難しいところもあるので、潜在意識は心の奥底とか心の深い部分と言ってもいいですね。サブというのは下にという意味合いがあって、例えば潜水艦のサブマリンというのは、サブは北島三郎さんではなくて、下とか深い層というニュアンスでマリンが海です。それなので、海の深いところという意味がサブマリン、つまり潜水艦です。ここに潜水艦があるんですけれども、第二次世界大戦のドイツ軍の U ボート、これですね、ちょっと話が飛びますが、そういうサブマリンっていうのは海の下という意味だったと思います。U っていうのはアンダーシーでそのボートですね。U ボートの生産性を上げるために海のところで生産したりとか、たくさんの人たちの知恵があったようです。最近の潜水艦はリチウムイオン電池が搭載されたりとか、潜水艦もなかなか興味深いところがあります。基本的に世界中の人が瞑想すれば、いずれ武力は不要になると思っています。というわけで、今回は潜在意識の話ですけど、潜水艦が潜っている海ではなくて、あなたの心の中へと潜っていきましょう。潜在意識の分野では有名なフロイトという精神科医がいました。フロイトは潜在意識を氷山の下の部分に例えました。氷山ってわかりますよね。海の上に出て見える部分、それが意識で、見えていない部分が潜在意識です。潜在意識は普段は意識していない記憶とか経験、感情などがある部分とも言われています。それなので私たちの行動や判断に影響があったりしますし、感情の原因になったりします。例えば過去の悲しい記憶があったのを何かのきっかけで思い出すことってありますよね。例えば何かの香りで昔の記憶が蘇る時があります。あるいはいつもトランプで勝っている人はトランプに対して良い印象を持つというのも潜在意識が関わっているという研究もあるようです。潜在意識は睡眠中に夢を見ることに関わっていたり、何かのアイディアを思いつくことにも関係しているとも言われています。それなので潜在意識に働きかけることでビジネスの成功を期待する人もいます。自分の思い描く未来を作ろうとするために
潜在意識を活用しようという試みもたくさんあります。そういう潜在意識を活用しようというテーマの書籍はたくさん発行されています。私もそういうのが好きで結構読みました。内容的には例えば自分はできますとか私は気分がいいというようなことを口に出したり、あるいは鏡に向かって私は成功者だというふうに潜在意識に働きかけるということですね。あるいは自分が達成したい目標とか金銭的な目標をはっきりさせて、それを目につくるところに貼ったり財布に入れて持ち歩いたりします。他には例えば寝る瞬間は潜在意識に働きかけやすいということで、寝る直前に私はお金持ちと唱えたり、今ある問題は解決されると考えたり、感謝しながら寝ることで肯定的な考えになるというテクニックなどが無数にあります。結局潜在意識は全てのものを達成する力があるという前提でそこにアプローチをするんですね。なんといっても氷山の下の部分ですから、脳の半分以上の思考力があるわけです。そうすると自分でも気がつかないうちに成功への行動ができてしまうというテクニックです。その結果としては、例えばこういうことがあります。パッとある人のことが頭に浮かんで、なぜか電話をしてみたくなる。そうするとそれが自分の収入につながったり、欲しかったものが手に入る結果になったりします。神の啓示みたいな印象ですが、それを人工的に作り出す技が潜在意識活用術です。心の表面的なところで考えても間違うことがあったり、悩んで結論が出なかったりするけれども、潜在意識は間違いないと言っている人もたくさんいます。成功するために潜在意識を活用とするときに気をつける点としては、あの人はダメだと言ったときに、潜在意識は誰ということは認識できないので、誰のことを言ったとしてもそれはあなたのことだと判断されるそうです。どういうことかというと、あの人はダメだというと、それは自分のことだと潜在意識が判断してしまいます。そうすると自分はダメな人間だということがインプットされてしまって、そういう行動をしてしまうようになるという話です。ちなみに今回の話は一般的に言われている話を紹介しています。毎日鏡に向かって私は成功する、私は素晴らしい、私は金持ちだと言い続けることで成功したという人の例は山ほどあるので面白そうです。それなのでやってみる価値はあると思いますが、それを毎日続けることができる人は日常生活でもコツコツと毎日頑張っている人なんじゃないかなって思います。とこのように潜在意識というのは自分で直接制御できないんですけれども、何かアプローチできそうだということはありそうですね。基本的にはそういう領域があるおかげで、普段はあまり考えなくても楽にいつも通りの行動ができるようになります。通勤とかどこかへ行く道も何度も行っていると楽に行けるようになります。初対面の人や初めての場所があっても、最初は大変だったとしても慣れてくると何も考えなくてもスムーズになるのも潜在意識のおかげという感じでしょうか。何かについて信じていることがあるとか、食べ物や人間関係などの価値観などもこの領域にあると言われています。潜在意識は心理学でも注目されている分野で、人としての人格を形成したり、過去のトラウマや抑圧された欲求とか解決できない問題なども全て潜在意識の中にあるという説もあります。日常のうっかりミスが多い原因だったり、収入を得たいのに得られない原因だったり、なんだかついてないっていう原因とか、そういうものが潜在意識を変えることで解決されると期待している人たちも多くいます。それなので、例えば
催眠療法とか自己暗示、なんとか法などのテクニックもいろいろと開発されています。自分の中にあるのにアプローチできない領域なので、どうやってそこにアクセスして情報を書き換えるかというのは、多くの方々が知りたいテクニックではないでしょうか。実は今日の話は、次回の動画を理解するために必要な知識です。この続きは潜在意識の消滅という興味深い話になります。初めて私のチャンネルを訪問した方は、どういうこっちゃーって思うかもしれません。では次の動画でまたお会いしましょう。ってこと。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が興味深かったと思われましたら、チャンネル登録やいいねで応援してくださるととても嬉しいです。また超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで無料の説明会が随時行われていますので、ぜひご参加いただければと思います。すでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。またコミュニティもありますので、ぜひご参加いただければと思います。説明欄に URL を貼っておきます。皆様のお役に立てるように、また皆様が楽しく過ごせるような動画を作っていこうと思います。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。